はい、こんにちは。このチャンネルでは、ジャズピアノをこれから練習したいと思っている方に向けて、ジャズの練習方法や基礎知識について触れていきます。本日最初のトピックとして、音程について、音階について、この2つについて触れていきたいと思います。まずはじめに、このチャンネルの使用方法として、画面、左、こちらに解説の要約を載せていますので、こちらをご確認いただきながらご視聴ください。また、画面右側、もう白い画面ですね。こちらに弾いているものの譜面とコードネームが出てきます。こちらは自動に出てくるものなので、場合によっては不適切なコード表記になっている可能性もあるので、その時は指摘しながらやっていきます。メインで弾いている鍵盤の上にある鍵盤ですが、こちらに弾いている音の音名、英語の名前で出てきますので、照らし合わせながら覚えていくようにしてください。次、音階について学んでいきましょう。音階について学ぶメリットというのは、まず楽曲のメロディーの分析ができるようになるということ。そして、コードを見ながら、適切なスケールを導き出せるようになるということ。つまり、アドリブができるようになるということが挙げられると思います。もちろん、アドリブができるということは、作曲もできるということになってきますので、総合的なその音楽の能力として、音程、音階については必ず押さえていただきたいと思っています。では、音階見ていきましょう。こちらも C メジャースケールを例に見てみましょう。こちらの C メジャースケール、ドレミファソラシドというものは、C メジャースケールにしかないというような考え方を一旦捨ててみましょう。どういうことかというと、例えば、ラから始まるドレミファソラシドは何ですかって言われたら、このようにすぐ弾ける状態。今のは A フラットから始まったらこうなります。A フラットというのはラのフラットのこと。G の場合、F シャープの場合、ミの場合、すみません、英語音名と、日本語音名が、混合してしまいましたが、こちらの音名についてはまた詳しくコードのところで、コードとモードの動画を出します。そちらで、詳しく解説しますので、ぜひご覧ください。このような形で、すべての鍵盤で始まる、ドレミファソラシドを瞬時に弾ける必要があります。スケールの見つけ方なんですが、それを見つけるための、手段として、先ほど学んだ音程の知識が必要になります。例えば、ドレミファソラシドの構造を分析してみましょう。どうなっているかというと、ドレミまではすべて超二度なんです。ドとレ、超二度。そしてレとミ、超二度です。そしてミとファ、こちらは単二度です。そしてファソラシまで、こちらが、超二度。そしてシド、ここが単二度。そして、もう一つ覚えていただきたい、言葉があるんですが、この超二度のことを全音というふうに呼びます。全部の音と書いて全音です。一方、この、単二度にあたる部分、こちらを半音と言います。この全音と半音という言葉が、とても大事なので、必ず覚えてください。この全音と半音という言葉を使ってドレミファソラシドを考えてみると、まず、全音、全音、半音、そして全音、全音、全音、半音。この形で成り立っていることがわかります。この構造を保ったまま、すべての鍵盤から始めれば、すべての鍵盤で、ドレミファソラシドを奏でることができるということになります。最低限、このくらいのスピードで、弾けるようになれば、理解していると言えると思いますので、これはぜひ頑張って、トライしてみてください。そして、メジャースケールが分かれば、次はマイナースケール
を、最低限覚えておきましょう。で、覚えるべきマイナースケール、たくさん実はあるんですけれども、その中でも最初、ナチュラルマイナースケールというものを覚えてください。ですが、これ、別に、怖がる必要はありません。必ず、このメジャースケールが一つ存在したら、その単三度下から始まる音階が、ナチュラルマイナースケールになります。逆に言えば、ドレミファソラシドでいう6度の音から始まるドレミファソラシドと同じ音ですね。これドレミファソラシドは発見だけなので、発見だけで奏でられます。こちらが A ナチュラルマイナースケール、ラから始まる音階なんですが、日本語では異単調というふうに言います。ちなみに日本語の音名なんですけど、は、に、ほ、へ、と、い、ろと言います。は、に、ほ、へ、と、い、ろ、はです。英語では C, D, E, F, G, A, B, C です。B のところ H と表現されてたらそれはドイツ語です。C, D, E, F, G, A, H, C というような言い方もありますが、ドイツ音名は主にクラシックで使われていますので、ジャズでは基本的に登場しないと思ってください。さて、本題に戻りますが、ナチュラルマイナースケール。つまり、ドレミファソラシドと同じ音を使って弾けるということです。G メジャースケール考えてみましょう。こちらの単三度下に、E の音があります。G の単三度下ですね。この G のメジャースケールで使っている音、F だけシャープしています。そこだけ気をつけて、E からE まで弾いてみます。そうすると E のナチュラルマイナースケールが完成します。つまり、すべての、ドレミファソラシドが弾ければ、すべての、ナチュラルマイナースケールも弾けるということになります。最低限このメジャースケール、マイナースケール、ナチュラルマイナースケールですね、この2つのスケール、すべてのキーで必ず弾けるようにしてください。これができるだけでも、基本、スケールの一番基本となる、ベースとなる部分が、固められますので、その後楽になります。その後の勉強がスムーズになりますので、必ずやるようにしてください。その他の応用的な、スケールや、音程を、活用する方法について、より詳しく、曲のコンテクストを使って紹介していきますので、そちらの動画もぜひご覧になってください。本日は、基本編ということで以上になります。初心者の方もこういったところから基礎をしっかり固めていただければ必ずジャズピアノ自由に弾けるようになりますので、ここはまずしっかりと押さえていただければと思います。他にも様々な動画出していきますので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。本日はご視聴ありがとうございました。